こんにちは。働く日本語へようこそ。日本で働く外国人の皆さん、日本で暮らす外国人の皆さんを応援するチャンネルです。今日も一緒に楽しく学んでいきましょう。前回の動画では内見で確認するポイントについて勉強しました。さて、住みたい部屋が決まったら次は申し込みです。でも何を準備すればいいの？在留カードだけで大丈夫？緊急連絡先は誰にお願いすればいいの？そんな不安を感じる人も多いと思います。今日は部屋を申し込む前に準備するものについてわかりやすく説明します。この動画を見ると申し込み前に準備するもの、緊急連絡先について、申し込みですぐ使える日本語、この3つがわかります。それでは早速一緒に見ていきましょう。まずは申し込み前に準備するものを見てみましょう。部屋を申し込むときにはいろいろな情報や書類が必要になります。主に準備するものはこちらです。1、在留カード。2、パスポート。3、勤務先や学校の情報。4、収入を確認できる書類。5、緊急連絡先。この5つです。必要なものは不動産会社や物件によって違います。申し込みの前に何が必要か確認しておくと安心ですね。それでは一つずつ見ていきましょう。まずは在留カードです。在留カードは本人確認や在留資格などを確認するために使います。申し込みの前に在留カードに書いてある名前や住所などを確認しておきましょう。すぐに出せるように準備しておくといいですね。次はパスポートです。本人確認のためにパスポートを確認されることがあります。パスポートのコピーが必要なこともあります。3つ目は勤務先や学校の情報です。働いている人は会社の名前、住所、電話番号などを聞かれることがあります。学生は学校の名前や学校の情報を聞かれることがあります。社員証や学生証があれば準備しておきましょう。4つ目は収入を確認できる書類です。給与明細など収入を確認できる書類を求められることがあります。これから働く人は内定通知書などで確認できる場合もあります。内定は会社で働くことが決まることです。そして内定通知書はそのことが書いてある書類です。必要な書類は不動産会社や物件によって違います。何を準備すればいいか、申し込みの前に確認しておきましょう。5つ目は緊急連絡先です。申し込みでは緊急連絡先を書くことがあります。緊急連絡先は何かあった時に連絡する人です。保証人とは違います。緊急連絡先の人はあなたの代わりに家賃を払う人ではありません。一般的には日本に住んでいる家族や親戚、会社の上司などにお願いすることがあります。ただし、誰を緊急連絡先にできるかは不動産会社や保証会社によって違います。また、日本語を話せる人が必要な場合もあります。緊急連絡先をお願いする人には申し込みの前に確認しておきましょう。誰にお願いすればいいかわからないときは不動産屋に相談しましょう。そして申し込みの時には日本の電話番号が必要な場合もあります。まだ日本の電話番号がない人は電話番号がなくても申し込みできるか確認しておきましょう。
今日のポイントは3つです。1つ目、必要な書類は不動産会社や物件によって違います。申し込みの前に何が必要か確認しておきましょう。2つ目、申し込み書にわからないところがあったら自分で考えて書かず、不動産屋に確認しましょう。名前などを書くときも在留カードの表記を確認しながら書くと安心です。3つ目、申し込みをしたらすぐに契約が終わるわけではありません。申し込みの後に審査があります。審査とは部屋を借りられるかどうかを確認することです。仕事や収入などを確認することがあります。審査に通った後、契約の手続きへ進みます。契約するときには印鑑や銀行口座の情報などが必要になることもあります。必要なものは不動産屋に確認しましょう。申し込みから契約までにはいくつかのステップがあることを覚えておくと安心ですね。では、ここで申し込みの時に使える日本語を紹介します。書類の書き方がわからないときは、ここはどう書けばいいですか？と聞いてみましょう。必要な書類を確認したいときは、この書類は必要ですか？何を準備すればいいですか？と聞くことができます。書類をいつ出すか知りたいときは、いつまでに書類を出せばいいですか？と確認しましょう。まだ日本の電話番号がない場合は、まだ日本の電話番号がありません。どうすればいいですか？と聞いてみましょう。また、これから働く予定の人は、内定通知書でも大丈夫ですか？と聞くこともできます。緊急連絡先についてわからないときは、緊急連絡先は海外にいる家族でもいいですか？緊急連絡先は日本語を話せる人が必要ですか？と確認してみましょう。全部覚えなくても大丈夫です。自分に必要なフレーズから一つずつ使ってみてくださいね。今日はこの言葉を覚えましょう。申し込み。この部屋を借りたいですと伝える手続きです。緊急連絡先。何かあった時に連絡する人のことです。年収。1年間にもらうお給料の合計です。審査。申し込みの後に部屋を借りられるかどうかを確認することです。仕事や収入などを確認することがあります。今日は部屋を申し込む前に準備するものについて勉強しました。もう一度確認しましょう。1、在留カード。2、パスポート。3、勤務先や学校の情報。4、収入を確認できる書類。5、緊急連絡先。この5つです。必要なものは不動産会社や物件によって違います。申し込みの前に何が必要か確認しておきましょう。また、書類にわからないところがあったら自分で考えて書かなくても大丈夫です。不動産屋に確認しながら一つずつ準備していきましょう。いかがでしたか？次回は入居審査についてわかりやすく説明します。申し込みの次にあるのが入居審査です。入居審査では何を確認するのか、外国人が部屋を借りるときに知っておきたいポイントを一緒に勉強していきましょう。また、このシリーズのポケットガイドもご用意しています。動画と一緒に使うことで、日本で暮らすための知識と日本語をもっとわかりやすく学ぶことができます。ぜひダウンロードして部屋探しに役立ててくださいね。私たちは日本で働く皆さん、日本で暮らす皆さんをこれからも応援しています。この動画が役に立ったと思ったら、いいねとチャンネル登録もお願いします。
それではまた次の動画でお会いしましょう。今日もいい一日になりますように。いってらっしゃい。